どうもこんにちは、ロックンクローラーズです。今回はですね、エレメントのこのステレス X ギアボックスですね、こちらを組み立てていく話、ステレス X ギアボックスについてのお話となります。エレメントゲートキーパーをですね復活させる計画を進めているんですが、そちらにですねやっぱり純正のギアボックス使いたいよねってことで、チーム AJ さんがですね取り扱っている日本正規品のこのギアボックスのねキット、こちらを採用させていただくことにしました。このキットですね、これだけでちゃんと完結するのでご安心ください。アクスルとかはですね、実はちょっとね他にもパーツが必要だったりするんですよね。で、FT 製のですねスチールギアも用意しました。でスパーギアハブですね、アルミ製のやつですね。あとねスパーギアもですね 78T、 これアソシ製のやつですね。バギーとかで使うやつでもこれ同じメーカーなんで48ピッチでね、スパーギアのねスパーギアじゃないスパースリッパークラッチの、ね、スパーハブの部分ね、あれの形状も一緒なんでね使えます。アソシのスパで、パーツ品数はこんな感じです。で付属しているねこれトップシャフトっていうのがねこれ2つあるんですけれども、これねギアの位置がね左に寄ってるのと真ん中ぐらいにあるやつね2つあるでしょ。これ何をするかっていうとモーターの位置をですね、もともとはフロント側についてるんですよ。センタートランスミッションで前向きにねモーターがついてるんですけど、それを後ろ向きにねつけたい場合、ほらいろいろ干渉とかあるじゃないですか。そういう時のためにこのトップシャフトを使うとですね位置を変えられるっていうものです。幅広いカスタムができるようになっております。でエレメントのねこのギアボックスっていうのはオーバードライブがやっぱ特徴ですね。通常 5.7% です。で付属のギアを使うと 11.83% にできます。0% にしたいときは別にギア買う必要があります。こういうねオーバードライブがギアボックス内についている、ラジコンってね他にVS410 とかね G メイドの GS02F とか最近だとレッドキャットのアセントとかあの辺になるんじゃないですかね。あんまりオーバードライブをギア内で構成してるラジコンあんまないですね。結構大きくなっちゃうんでね、やっぱみんなアクスル内でとかねポータルギアでとかってことになりますよね。でですね、これ他の動画でも言ってるんですけれども、このねギアのねこれねプラスチック強化プラスチックのギアにこのパーツをつけるんですけれども、このねプラスチックのね部分のネジがですね本当にジャストなサイズで作られていて、ねじ込むのが本当大変なんですよ。グリスつけたりとかねするんですけれども、ギアがねギアじゃないやネジ山が潰れちゃったりとかね舐めちゃったりとかねしてですね結構厳しいので、やっぱこのスチールギアだとねもうタップ切ったんでねこれすんなり止まります。ネジロック剤とかね使った方がいいっていうのもあるんですけど、僕ねこれネジロック剤使うとね外せなくなる時は怖いんでネジロック剤使わないです。外れるもんじゃないですよこれ。スチールギアだとちょっとそのトランスミッション動いてる時ね、これほらスチールなんでね音はします。音はうるさくなるんだけれども、それはそれで味かなって感じですね。でスパーギアのこのハブね、スリッパークラッチの部分ですよね。エレメントの場合ねスリッパークラッチの役目は全然なくて、本当にただロックさせてるだけなんですけれども、結構ね、初代からね形状が変わったりはしてるんですけれども、やっぱねこのアルミ製のものをつけるとですねガチッと決まりますね。ブレない、スリッパじゃないやスパーギアがブレない、横にねずれたりしない、回ってる時にそれは感じました。で純正のね 87T と 78T 比べるとこの差ですね。でもちろんねこれアソシのスパーギアですけれども、ちゃんとエレメント製のねスリッパ使えます。ハブがねちゃんとサイズ一緒なんですよね。ただこれ以上ねちっちゃい波数のスパーギアになるとちょっとまたね変わってくるんで使えません。ということでねこんな感じのね、パーツをちょっと使ってですねス
テルス X トランスミッションを組んでいこうと思います。組み方はですねそんな難しくなくてですね、やっぱりさっき言ってたこのギアの部分ですね、オーバードライブギアの部分のねじ込みをですね、うまくやれるかどうか。初めにねちょっとですねドリルとかで穴拡張するかタップ切った方がいいかな、僕的には。プラスチック板使うならね、僕はスチール板使っちゃいますけれども。あとですね他に難しいところっていうのはほとんどないんですけど、やっぱ気になるのはそのオーバードライブ率ですよね。何パーにするか、 5.7 でいくか 11.83 でいくか。ゲートキーパーの場合は、ぶっちゃけ0でもいいんだけども、0のギアこれついていないので、5.7% でやっていきます。ちょっとオーバードライブね強すぎるとね速く走らせるのが目的のマシンにとりあえずするんで、あれかな 5.7 でちょうどいいんじゃないかなと思います。その辺ねバンキッシュみたいにですねオーバードライブ率を切り替えられるね機構があるとですねいいですよね。エレメントエンデューロ2みたいなね、次期エンデューロではですねそんな機構がついたら楽しいんじゃないでしょうかと思います。で今回このトップシャフトね真ん中にギアがあるタイプを使ってモーターの位置ね通常で組むタイプとは逆につけようと思っています。なんでねこれねギアの構成とかも全部逆になります。これねちょっと混乱するんで、ちゃんとですねギアボ内に入れた時にですね回るかとかね、ちゃんと回って干渉しないかとかね、そういうの辺確認した方がいいかと思います。でさっきちょっと今テロップ出てましたけど、結構大ぶりのトランスミッションなんですね、今の時代から考えると。でこういうアートフルドジャーズからですねこういう位置にですね交換するパーツとかも出ています。で実は僕これね 3D プリントのデータがあってですね、それをプリントしてですね組み立ててですねLCG マシンに使ってるんですけれども、やっぱりですね重心的にはですねノーマルで組んで作るとですね装着すると結構重心やっぱ重いのかな。 SCX-102 的な感じですよね。バンキッシュとか辺のミッションとはやっぱりもうそもそもコンセプトが違う。トラクサスとかね SCX-103 とももちろん全然違うし、古き良き、スタンダードなギアトランスミッションなんだけれども、今で言うとちょっとあれかなっていうのは正直感じます。でピニオンもですねこれなんかねでっかいのつけましたね。数は忘れました。でだいぶね早くねこれ走るようになりましたね。48ピッチ、結構ねこの48ピッチだとバックラッシュのね調整むずいですよね。で一応カバーもしてですね、こんな感じでですね組み上がったという感じです。トランスミッション結局ですね名機っていうのはですねトランスミッションとかアクスルがいいかどうかなんですよね。いいとは何かっていう話なんですけれども、他のシャーシとか他のラジコン LCG に流用したくなるかした時に、有効な動きをしてくれるか、そこですよね。名機じゃないものってパーツだけ買おうって絶対思わないですよね。なんと仕方ないからついてるけどだから使うけど、でもこのエレメントのトランスミッション、これはねもうパーツ買いして例えば他のシャーシにねくっつけてもねもろ活躍してくれるトランスミッションですよね。ということでねゲートキーパー完成してねこんな風に走らせてるんですけれども、これスローモーションなんですけれどもねこんな感じでやっぱりねカーブの時にねデフロックマシンなんでねちょっとね無理がありますねこの速度ね。これはね今後ねモーターとかピニオンとかねその辺のカスタムでなんとかしていこうと思います。皆さんもねステルス X トランスミッション試してみてはいかがでしょうか。